はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月前半のタロットリーディングと星の説明させていただきます。よろしくお願いします。早速行きましょう。はい。カペラノートのご予約ありがとうございました。11月末にね、また案内させていただきます。はい。それから恋愛に特化した占いもコメントありがとうございます。取っていきますので少々お待ちください。この後に取っていきますね。まずは11月前半の全体と見ていきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード4、ペンタクス2、カップナイト、ペンタクス6、太陽逆、ペンタクス5逆、ワンドクイーン。気をつけることや対策が、カップの7の逆と、節制とオラクルはラバーズです。なるほど。そうですね。ちょっと、星の話からいきますが、やはり11月の前半は、特に11月1日が新月になります。でもこの新月っていうのはお羊座の皆さんにとってはね、ちょっとこう見えないところで起こるので、感じにくいかもしれませんが、もともとこの11月1日の新月って蠍座で起こる新月で、すごく皆さんのこう、深層心理に響くみたいな新月なんですね。本当はこう思ってるとか、本当の答えは自分の中にあるんだけど、なぜかこう他者を気にしてなんか言いにくいとか、周りを気にしてそれを隠してしまうとか、自分でも本当の思いっていうのがわからないとかね、何かそういった心理的な気づきが起こりやすい新月なんです。で、特にお羊座の皆さんにとっても他者からどう思われてるのかなみたいなのをちょっと気にしやすい時ではありますが、でも同時にお羊座の皆さんが自覚してる以上の大きな恩恵が見えないところからどんどん入ってきてるよっていうのがあって、気づかないところで自分の評価が上がっていたりとか、自分を認めてくれる人、応援してくれる人のエネルギーが実はそこにあるんだよっていうような時になります。ですので11月前半っていうのは、一言で言っちゃうと本当に守られている時っていう感じなんですね。守られてる。でも自分がどれだけ守られているかとか、どれだけ愛されているかっていうのは感じにくいわけです。なのでそこを意識して過ごしていただくと、より一層安心して過ごせるかなとは思います。で、カードで見た時にやっぱりもう入り口がもう初っ端からソードのようなので、ちょっと止まりたいとか、ちょっとゆっくり考えたいとか、落ち着きたいとか、何かをちょっと止めたいんだって感じもしますね。なんかまるでこれまで本当にこうエンジンを燃やし続けてきたってね感じで走り続けてきたので、ちょっと止まってもいいんじゃないかとか、止まった景色も見てみたいみたいな珍しくそんな感じになっているかもしれませんね。でも相対的に見て11月前半もね、めちゃくちゃ楽しいんです。めちゃくちゃ楽しいんです。新しいこといっぱいあるよっていうふうに言われてるんですね。ご自身では、いや、そんなに予定ないけどなと思っていたとしても、11月に入ったら途端になんかいろいろ誘われることが増えたりとか、自分もあれやってみようかな、こっちやってみようかなみたいな感じで、こうすごくね、意気揚々と意識が開くって感じがします。意気揚々と意識が開く感じね。そして、11月4日に火星というね、バイタリティとか行動力とか勇気っていうものが獅子座に入るので、お羊座の皆さんにとってはね、チャレンジっていうところに使えるんですね。やってみよう。チャレンジしてみよう。本当に自分が欲しいものを欲しいと言ってみようとかね。自分を表明してみよう。表に出てみようみたいな感じですごく勝負したくなるっていう感じがあります。自分自身はそんなにこうガンガンに表に出たいとは思わないんですよ。この時期ね。だけど、内側ではそういう闘志が燃えてきたり、もっとこんなことやってみようかなとか、あれに挑戦してみようかなみたいなことがふつふつとこう湧き上がってきて、そっちに進んでいくよみたいな時です。ですので、そのバックグラウンドというね、運勢というバックグラウンドに関しては非常に後ろ盾がある。見えないところでサポートされてるし、自分の評価も上がりやすいし、これまでやってきたことの評価がすごくつきやすい時で、なおかつ意識は前を向いている。可能性を見ていこうとか、チャレンジしようっていう風な気持ちがあるので、後ろから風が吹いてるっていう感じがするんです。
で、カードで見たときに、いやいや、楽しいよ、みたいな。11月前半楽しいですよって感じで言われてるんですね。初めてのこと結構あるんじゃないですかとか、初めて知り合う人とか、初めて会う人とかもそうだし、関係性もそうだし、関係性だけじゃなくても、何か、ちょっとワクワクっとするようなこととか、嬉しいなみたいな。ちょっと気持ち上がってる感じがしますね、これは。だから今はまだね、ちょっと休ませてみたいな感じがあるかもしれないですけども、止まって一息ついたら、なんかじわーっと喜びが湧いてくるみたいなね、感じです。じゃああれやってみよう、これやってみようみたいな。そんな感じがすごくします。そして、強いてあげるとですけれども、何を優先させようかなっていう感じはあるかもしれませんね。この11月の、前半。特に11月の後半ぐらいになってくると、また自分の行動とか、行く場所とかも変わってきて、やることが増えそうなので、こう11月っていうのは落ち着いて何を自分が選択するかをちゃんと考えたいみたいな感じはあります。で、それは実際の行動もそうだし、あとお金に関しても、どこにどれだけつぎ込むのかとか、どうやってお金を稼ぐかもそうだし、何にお金を当てるかっていうような、こう収支のバランスだったり、そういったことも非常に考えているかもしれませんね。または、お金ではなかったとしても、自分の人生、生活の中で、どのようにこのオンとオフを切り替えて楽しんでいくかとか、もっと仕事ばっかりじゃなくて自分の生活の中でこんな喜びを入れてみたいみたいな、こう、喜びとか楽しみとかレジャーを入れていきたいって感じがあります。これとってもいいです。星で見てもまさしく、それが入るよっていう、本当に求めたら入るよっていう時なので、求めていくのはいいと思いますし、すでにこの動画をご覧いただいている前に、もしかしたら何かしらそういう申し出があったかもしれませんね。こんなことやりませんかとか、こうしませんかとか、誰かからのお誘いとか、誰かからのこうアプローチだったり、声かけっていうものがあったかもしれませんね。で、それを受けて、非常にバランスを保ちながらやっていくって感じ。なんか自分だけが喜ぶっていうよりも、こう、一緒に楽しみたいとか、こう、自分が楽しんでると同じぐらい相手も楽しんでくれるなら一緒にやりたいね、みたいな、なんかそんな感じがあって、非常にバランスが取れてますね。で、収支のことも気にしてらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけど、それもバランスが取れるっていう感じで出ています。そして、前回もね、太陽っていうのが出て、すごいなんか自分に自信がつくのかなとか、何かこう運勢が明るいぞっていう感じがあったんですけども、今回もまた出ています。まだちょっと私から見ると逆位置ですが、これなぜかというと、すでにすごく恵まれているのに、自分でそれを認めていないんじゃないかっていう感じがしますね、これは。特に星でもね、今そういう見えないところでの自分の評価が上がるよとか、見えないところからたっぷり愛情や応援が届いてるよっていう時なのに、自分はあまりわからないっていう感じがするので、ぜひね、今の自分を自分で認めるっていう風にしてみてください。そしたらすごく不必要に落ち込む必要もないし、不必要に無駄になんか頑張る必要がないっていう感じがします。そのままでいいのに、なんか遠回りする必要ないよみたいな感じがあります。カードで見てもやっぱりすごく自分のことをこのままでいいんだ、大丈夫だって思える時と、いやいや全然ダメだみたいに急に自信がなくなる時とあるみたいで、すごくこう上がったり下がったり、自信がある時ない時みたいな感じで上がったり下がったりするみたいですが、でも最終的には自分らしさっていうものを本当に思い出してますね。これはやっぱり私はこれが好きだとか、やっぱりこれが私のスタイルだみたいなものをちゃんと自分で自覚されてやっていくみたいです。で、さっき言ったその何が優先順位なのかっていうものをちょっと決めたいっていうのがあって、それがすごくなんか仕事においてもだし、人間関係においてもだし、なんかこう生活そのものに対して今のお羊座さんに必要なものっていうものがちゃんと流れてくる感じがあるんですが、何を一番選択しますかっていうのをすごく考えさせられるみたいですね。これはとてもいいカードなんです。天職とか、何かのバランスが取れるとか、均衡を保ってるとかもあるし、手が届かないと思っていたものに手が届くよみたいなのもあるので、自分にとっての一番の優先順位は何だろうか。それがちゃんと手に入るよって感じがすごくします。で、これは一見仕事だけじゃなくても、もしお仕事でこういうことしたいんだっていう思いがあれば、もちろんそれ携わってくださいっていうのもあるんですけど、まだそれが形になっていないとか、まだ準備段階ですっていう方にとっても、今それを準備しておくとか、今その専門知識を得ていくことっていうのが、将来の自分の仕事や何か生活にすごく役立つ感じがします、これは。専門的な知識かもしれないし、
でもそれを、自分でやってもやっても全然なんか理解できてないって思いがちなんですけども、いやいや理解できてますよ。ちゃんと底上げされてきてますよっていうことを信じてほしいなというふうに思いました。で、まだこの時期に見える可能性っていうのは、はっきりしてないみたいなんですね。ここでもたくさんいろんな可能性が見えるけれども、なかなか選びがたい。今の自分はまだこれかなみたいなのが、唯一これかなみたいなのがちょっと見えるよっていうぐらいで、でも可能性は無限なんです。一つに限らないんです。でも今の11月前半は、とにかくこれを頑張ってみよう。これを優先でいこう。この優先に合わせて他のものを配置していこうというふうにすることで、ちゃんとバランスが取れるし、全体的には非常に楽しい時期になるねっていうふうに言われてます。だから一番のポイントはやっぱり自分がいかにこれまでやってきたことが生かされてるかとか、自分の進歩だったり、自分の状態っていうのは自分で認めることかなっていうふうに思いました。自信を持つっていうのかな、一言で言うと。そんな感じがしましたね。ちょっとそれを踏まえた上で、お仕事のことを見させてください。仕事もね、なんか、仕事にするつもりないんだけど、仕事になるみたいな感じがあるんで、ちょっと見てみますね。仕事、仕事。ストレングス。ワンドクイーンまた出ましたね。節制また出ましたね。すごい。仕事いいですよ、すごく。やっぱり仕事にしようとか、こうやったらうまくいくみたいな戦略じゃなくて、本来持ち合わせてる、お羊座の皆さんが持ち合わせてるバイタリティだったりとか、思いだったり、情熱っていうものがちゃんと形になるよっていう感じがします。まだ見えてなくても、全然まだ形になってなくても、それは形になる可能性の道にちゃんと進んでるよっていう感じがするんですね。なので、計画通りじゃなかったとしても全然いいっていう感じがします。今起こってること全てが自分の望んでる方向に生かされていくって感じがするんですね。ただ全体を見た時に11月っていうのは本当に何を求めるかによってすごい宇宙の応援がどっちの方向にどれだけエネルギーを注いでくれるかっていうのは変わりやすい時なので、お羊座の皆さんもぜひ何を自分のね、優先順位にするかっていうのはすごく大事ですね。それを決めでさえすれば、仕事に関してはいくらでもうまくいくっていう感じ。なんか、平たくただいいですよって言いたくないぐらい、何かすごく専門的な自分だけができることでね、自分だけができることでものすごく、本当にこれは天職ですねって言いたくなるような、ものにつながっていく感じがするんです、これは。まだはっきりしてないですけど、すごく光ってる感じがしますよ。天職のね、カードが2枚も出てますから、これはそこにつながっていくよーって感じなんです。まだつながってなくても、今からつながっていくよっていう感じ。ちょっと人間関係見てみます。ちょっと後でね、詳しく恋愛のことは見ますので、ちょっとざっくりと人間関係。カップ9ですね。カップ4。カップ5ということで、カップ。感情が非常に揺れてます。この時期は、要するに見えないサポートはあるけれども、はっきりとした何か証拠とか、そういうのはわからないんですよね。それでいて、なおかつご自身の意識はすごく高いわけです。専門性を磨こうとか、もっとこうなりたい、ああしたい、こうしていきたいみたいなのはすごく高くなる時なので、人間関係においても、じゃあ、ネットワーク広げましょうとか、じゃあいろんな人との喜びをもっと味わいましょうっていうすごく開かれた意識もあるし、実際それに対してのチャンスあると思います、この時期。この時期だけじゃなくて、また11月末もなんですけど、すごく人間関係は開かれている。自分が思っている以上に受け入れられているとか、広がっていく可能性がすごくあるんですけれども、だけど、それ 100% それを満喫したいですかって言ったら、ちょっと待ってくださいみたいな感じで自分で止めたくなる。なぜかっていうと、他にもやりたいことがあるから。仕事もこのこと追求したいんだ、このことやりたいんだっていうのもあるし、でも人との関係も大事だし、そこも楽しみたい。でもあれもしたいみたいな感じで、やっぱ優先順位がたくさんあるので、人間関係非常に開かれてますけれども、そこだけにエネルギーをね、注入できるわけじゃないんだなって感じがすごいします。自分でちょっと保留にしときたいとか、そんなに全部が全部なんか手に負えないみたいな感じがありますね。いいと思いますよ。ご自身があくまでも楽しめる範囲で
今思ってらっしゃる関係性のもう半分以下ぐらいで十分満たされるかもしれませんね。実際はね。まあ、人との関係もそうですよね。たくさん人と関わるからいいっていうものじゃなく、本当に分かり合える人と分かり合えたらそれでいいってなると思うんですけど、今非常に人からのアプローチだったりとか、関係性っていうのはいい時なのでね、一般的な関係っていうので見ても、ああ、開かれてるなとは思います。ただどこまでそれを掴んでいきたいかとか関わっていきたいかっていうのは、お羊座の皆さんのによるなとは思いました。はい、これをちょっと踏まえた上で最後にもう一枚見させてください。まあ一つはやっぱり楽しそうだなっていうのがあるので、せっかくある今のこの恵まれた環境の中で楽しんでください。これかな。すごい、また出ましたよ。コンシャステープ、これ4回目じゃないですか。ね、どうですかこれ、皆さんが本当に意識的な一歩を踏み出すまで出てくるかもしれないですよね。びっくり。本当に望んでることに対しての一歩を踏み出してくださいということで、宇宙は応援しているかもしれません。行きましょう。一緒に。やりましょう。はい。ということで、ありがとうございました。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。で、この後また恋愛に特化した動画を撮っていきますので、そちらもよかったらご覧ください。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。